突然ですが、皆さんは今どんな椅子に座っていますか？自宅で長時間座るともなれば、椅子選びというのは非常に重要です。自宅でお仕事や作業をする場合には当然長時間椅子に座ることになるわけですが、少し椅子に座っていただけですぐに腰が痛くなるなんてことがあれば、リモートワークどころではありません。そこで我々はより良い椅子を選ばなければならないのですが、自宅作業用にいい椅子を探していると、一つの大きな疑問が生まれてくるのではないでしょうか。オフィスチェアとゲーミングチェアってどっち買えばいいの？僕自身は大学のレポートを書くときも動画編集をするときも基本的に家のデスクで行うので、長時間 PC デスクの前に座って作業をするという機会が非常に多いです。そのため、そんな長時間の作業をしていてもなるべく体に負担がかからないような椅子というのを選ぶ必要があったのですが、そんな中で直面したのがオフィスチェアとゲーミングチェアどっち買うか問題だったのです。ちなみに僕が現在 PC デスクで使用している椅子はこの後ろにあるコフォチェアプレミアムと呼ばれるオフィスチェアです。一方で今のこの椅子を使用するまでは AK レーシングプレミアムと呼ばれるゲーミングチェアに座っていました。つまり僕はゲーミングチェアからオフィスチェアに乗り換えたのです。というわけで今回はオフィスチェアとゲーミングチェアのどちらも使用したことのある僕が、結局オフィスチェアとゲーミングチェアはどちらを買うのが正解なのか、それぞれのメリットにも触れつつお話ししていきたいと思います。それではお付き合いよろしくお願いいたします。早速本題に入る前に、今この動画を見ているあなたはオフィスチェアとゲーミングチェアの関係ってわかりますか？そもそもオフィスチェアとは名前の通りオフィスで使用されることが想定されている椅子です。オフィスでの仕事といえば PC 操作をしたりとか、売上を計算したりとか、書類を作成したりとか、目の前にデスクがあることが前提となっている業務ですよね。つまりオフィスチェアとはデスクと一緒に使用することが想定されている椅子なのです。一方のゲーミングチェアはというと、名前だけ見ればゲームをするための椅子ということになるわけですが、別に用途がゲームに限定されているわけではありませんよね。むしろ PC でゲームをすることを思い浮かべてあげれば、やはり目の前にデスクがあることが前提となっています。つまりゲーミングチェアもオフィスチェアとイコールであって、オフィスチェアの中に含まれているのです。ではゲーミングチェアがゲーミングチェア足り得る理由は何か？それは端的に言って形状です。ゲーミングチェアといえば皆さんご存知の通り、こんな感じで車の座席のような、もっと言えばレーシングカーのシートのような形状をしています。我々はこのような形状をしている椅子のことを指してゲーミングチェアと呼ぶのです。逆に言えば仮にゲーム用途に設計された椅子であっても、あの独特な形をしていなければゲーミングチェアではなくオフィスチェアと呼ばれることになります。それこそ超有名オフィスチェアメーカーのハーマンミラーが出しているゲーミングチェアは、その見た目を見てあげればゲーミングチェアというよりもオフィスチェアという名前の方がしっくりきますよね。というわけで皆様におかれましては、オフィスチェアとゲーミングチェアの関係について、1、ゲーミングチェアはオフィスチェアの一部、2、ゲーミングチェアはその形状が重要という2点を前提知識として押さえていただければと思います。ただしこの動画においてはオフィスチェアとゲーミングチェアはあくまで別物として比較していきます。オフィスチェアとゲーミングチェアについて軽く押さえていただいたところで、ここからは僕がオフィスチェアとゲーミングチェアの両方を使ってみて感じたそれぞれの椅子のメリットを2つずつ紹介していきます。まずはゲーミングチェアのメリット。メリット1、フルフラットになる。なんといっても一番のメリットはここです。現在はオフィスチェアを使用している僕ですが、この点については未だにゲーミングチェアの方が良かったかもしれないなと思わせられます。ゲーミングチェアは車の座席のような形状をしており、座面の左右どちらかにあるレバーを引きながら体重をかけることでリクライニングをすることが可能です。リクライニングだけであればオフィスチェアでもすることができますが、重要なのはフルフラットになるという点。通常オフィスチェアであればリクライニングはするものの完全に倒れることはなく、せいぜい120度くらいが限界です。イメージするなら飛行機の座席みたいな感じ。
それに対してゲーミングチェアは完全に倒れます。どこまでも倒れます。倒れすぎて自分ごと床に倒れてしまうのではないかというレベルで倒れます。オフィスチェアが飛行機の座席ならば、ゲーミングチェアは美容院でシャンプーする時の椅子です。さすがにシャンプーはできませんが、フルフラットになってくれるというのは実は非常に快適で、作業中の休憩がかなりお手軽にできるのです。例えば僕であれば動画編集なんかをしていて、作業中に少し疲れてきたなぁと感じた際には真っ先に仮眠を取ったりします。その際にはデスクから離れるのも面倒なので椅子を倒して仮眠を取るわけなのですが、ゲーミングチェアの場合どこまでも倒れてくれるので、まるでベッドかのように気持ちよく眠りにつくことが可能なのです。また完全にフラットにはしない場合でもかなり自由な角度に、しかもお手軽に倒すことができるので、ゲームをしている間の少しの時間に椅子を思いっきり倒して少し首と背中を休めて、また椅子を戻してゲームを再開するというような使い方が非常に快適です。ゲーム向けに設計されているだけあるなぁという感じです。メリット2、安い。ゲーミングチェアのメリットとして外せないのがその価格です。なんといっても安いんです。ゲーミングチェアは安いもので1万円台からラインナップされており、高いもので6から7万円というような価格帯になっています。もちろん安い買い物ではないですけどね。しかしオフィスチェアではそうはいきません。確かにラインナップとしては1万円台からいろいろな種類があります。しかし高いものになれば10万円、20万円なんて価格帯のものがゴロゴロ出てくるのです。そんなの安いオフィスチェア買えばいいじゃん、そう思われるかもしれません。しかしここで断言します。1万円台のオフィスチェアと1万円台のゲーミングチェアを比較したとき、圧倒的にゲーミングチェアの方が座りやすいです。僕はオフィスチェアを設計しているわけでも人間工学に精通しているわけでもないので理由はわからないのですが、実際に座り比べてみたとき、明らかにゲーミングチェアの方が体にフィットする感覚があります。おそらくは安いゲーミングチェアであっても背中全体を覆う背もたれがついており、さらに腰の部分にあるランバーサポートや頭を支えてくれるヘッドレストが搭載されているからだと思われます。つまり低価格帯のゲーミングチェアというのは価格に対する座り心地としてのコスパが非常に高いのです。ただし長持ちするかどうかというのはまた別の話です。ゲーミングチェアは早くボロボロになりやすいとも言われています。それこそストリーマーやプロゲーマーの部屋紹介みたいな動画を見たとき、高確率でゲーミングチェアの座面がボロボロに破けている姿を拝むことができます。ゲーミングチェアは基本的に合皮が採用されているので2、3年と長く使用するにつれ徐々に破れてしまうのでしょう。なので価格に対して長く使い続けられるというコスパを考えた時には、ゲーミングチェアとオフィスチェアの間にそこまで差は生まれないかもしれません。とはいえ座り心地も良くて長持ちもするオフィスチェアを購入するとなれば確実に10万円を超えてくること受け合いなので、ある意味今すぐ座りやすい椅子が必要だという応急処置的な対応もできるというのがゲーミングチェアの強みかもしれません。続いてはオフィスチェアを使用してみて感じたメリットをお話ししていきます。メリット1、通気性がいい。実際に使い比べてみないと案外気づかないかもしれませんが、僕がゲーミングチェアからオフィスチェアに乗り換えて一番良かったと感じたのが通気性です。先ほどもお話しした通り、ゲーミングチェアは基本的に合皮でできています。一部クッション素材でできているゲーミングチェアというのもありますが、いずれにせよ通気性がめちゃめちゃ悪い。さらにその特徴的な形状も相まって座ると体が椅子に包まれているような状態になるため全く風が通りません。すると長時間座ることによって背中や足が徐々に蒸れてくるのです。特に夏は地獄です。ただでさえ外は暑いし PC も全力で熱気を排出しているのに、ゲーミングチェアの通気性は最悪。座った瞬間から座面が蒸れるのを感じることができます。それに対してオフィスチェアは多くの場合メッシュ素材でできています。なのでめちゃめちゃスカスカ。よって座っていようがなかろうが容赦なく風が座面を通り抜けてくれるのです。これが超涼しい。扇風機なんて稼働させた暁には椅子の後ろからでもまるで直に風が当たっているかのように涼しく作業することができます。椅子は素材も重要なんだなぁと思い知らされました。
メリット丸2、いろんなデスクに合わせやすい。僕がゲーミングチェアからオフィスチェアに乗り換えようと決めた一番大きな理由がここです。そう、見た目。最初にも紹介したように、ゲーミングチェアがゲーミングチェア足り得る理由は、車の座席のようなあの形状です。逆にあのフォルムが失われてしまえば、ゲーミングチェアになり損ねた悲しきモンスターチェアが爆誕してしまうことになります。そのくらい形状が独特なのです。そのため、ゲーミングチェアを PC デスクに設置する場合、ゲーミングチェアだけ浮いてしまう可能性がかなり高いです。例えば、e スポーツ大会の会場を思い浮かべてみましょう。選手たちにはそれぞれゲーミングチェアが用意されているわけなのですが、ゲーミングチェアには誰も違和感を感じません。ゲーミングデバイスが整然と並べられているような環境であれば、ゲーミングチェアはかなりマッチしてくれるのです。それに対して、会社のオフィスにゲーミングチェアが置いてある場面を想像してみてください。めちゃめちゃ浮いてません？真っ黒で独特な形状で頭の部分まで覆っている背もたれがあるあのゲーミングチェアがオフィスのすっきりとした PC デスクの前に置かれていることを想像したとき、間違いなくゲーミングチェアは浮いてしまいます。仮に白かったとしても浮くと思うので、カラーの問題ではありません。つまりゲーミングチェアが馴染む環境というのは比較的限定されているのです。それに対してオフィスチェアであれば、ゲーミングチェアと比較するとかなり無難で悪目立ちしないデザインのものが多いです。さすがオフィスチェアなだけあって、シンプルな会社のデスクを想像すれば当然馴染むと思いますし、自宅の PC の前を想定したとしてもほとんどの確率で違和感を感じないようなデザインになっているのです。そのため現状のお部屋の雰囲気に合わせられるのはもちろんのこと、仮にデスク周りの模様替えをしたとしても、なんか椅子いまいちだなみたいなことにならないので、満足度を維持したまま使い続けることが可能となります。というわけで、ここまでオフィスチェアとゲーミングチェアの両者のメリットについて紹介してきました。オフィスチェアとゲーミングチェアのどちらにもメリットがあることは間違いありませんので、個人的にはこの動画を見ている皆さんの好きな方を購入していただきたいのですが、今更そんな丸投げされても困るよという声もあるかと思いますので、最後に結局どちらを購入するのがおすすめなのか、僕がもしもこれから椅子を購入するとしたらという視点から考えたことをお伝えしていきます。つまりここからが本編です。前置きが長くてごめんなさい。まずは一つ大きな結論として、予算によって変わります。ですので、ここからは各予算ごとにゲーミングチェアとオフィスチェアのどちらを買うべきか検討していきます。この動画を見ている皆さんが今考えている予算を頭に思い浮かべながら見ていただければ良いかと思います。予算1万円から3万円。もしもお財布から出せる金額が1万円から3万円しかない場合には、ゲーミングチェアを買うのがおすすめです。先ほども紹介したかもしれませんが、ゲーミングチェアの大きなメリットは安いというところにあります。例えば、某通販サイトに売っている2万円前後のゲーミングチェアと近所の家具屋さんに売っている2万円前後のオフィスチェアを比較したとき、座り心地はゲーミングチェアに軍配が上がります。逆に、この価格帯のオフィスチェアは座ってみてもどうもしっくりこないことがほとんどです。さらにゲーミングチェアであれば、どれだけ安いものであったとしてもリクライニング機能が搭載されています。この価格帯のオフィスチェアにリクライニング機能が搭載されていることはむしろ想定しがたいのではないでしょうか。それだけゲーミングチェアというのは座り心地に対するコスパが非常に高いのです。このようにゲーミングチェアというのは安いながらも非常にいい座り心地を提供してくれるため、低予算の場合にはかなりおすすめできる選択肢です。特にいつもお金に困っている学生にはかなりおすすめ。なんだったらお年玉でも買えそうな金額ですからね。僕が1万円から3万円の予算で PC デスク用の椅子を購入するとしたら、迷わずゲーミングチェアを購入すると思います。予算4万円から8万円。ある程度お金は貯まった。できるだけいい椅子が買いたい。そんな予算が用意できた場合、めちゃめちゃ迷います。なぜなら、このくらいの価格帯になってくると、ゲーミングチェアの座り心地とオフィスチェアの座り心地がかなり拮抗し始めるからです。むしろ座り心地にほとんど差がつかなくなってきたため、座り心地以外の他の要素をじっくりと考えながら、オフィスチェアとゲーミングチェアのどちらにするのかを選んでいく必要があります。まずはゲーミングチェア。この価格帯になってくると、座り心地も2万
万円前後のものよりも格段に良くなっていないんです。決してゼロというわけではないのですが、座った瞬間に実感できるレベルのものではないです。では一体どこが変わっているのか、それは質感です。ゲーミングチェアは高級なものになればなるほど見違えるように質感が高くなっていきます。例えば表面の合皮が低価格帯のものとは見違えるように綺麗になります。さらに全体的に背もたれや座面の厚みが増すので安定感が出るようになります。なのでもしも座り心地のみを考えるのであれば、ゲーミングチェアにおいては価格に関わらずほとんど変化しないと言えます。一方のオフィスチェア、これは値段に比例して着実に座り心地が向上していきます。不思議なもので2万円と6万円のオフィスチェアを比べた際にはその違いは歴然としたものになっています。それこそ具体的な名前を挙げるとすれば、ニトリのフォリストと呼ばれるオフィスチェア、これに関しては4万円弱という価格ですが、非常に満足できる座り心地になっています。つまり4万円を超えてくるとオフィスチェアとゲーミングチェアの座り心地にそこまで差がつかなくなってくるんです。よってここでオフィスチェアとゲーミングチェアを選ぶ決め手となってくるのが座り心地以外の要素なのです。それこそ先ほど挙げたようなオフィスチェアとゲーミングチェアそれぞれのメリットの中でどれを一番重視するのかという問題になってきます。例えば夏はできるだけ涼しく過ごしたいという場合にはオフィスチェアを選ぶべきですし、フルフラットにして椅子で寝たいという場合にはゲーミングチェアを選ぶべきということになります。僕が4万円から8万円の予算で選ぶとしたらオフィスチェアを選びます。理由としてはやはり大きいのは通気性です。かつてゲーミングチェアを使用していた身としては蒸れる感じはやはり気になります。確かに夏の暑い時期に蒸れるのは間違いないですが、冬の寒い時期も普通に蒸れましたからね。冬はあったかくていいなぁということにはならないですからね。さらに言うなら見た目です。僕自身ゲーミングチェアを数年間使用していましたが、その間に何度もデスク周りの模様替えをしました。その結果、初めはそこまで違和感のなかったゲーミングチェアですが、回を重ねるごとに少しずつゲーミングチェアがデスク周りから浮くようになってしまったのです。ちなみに現在は白色のオフィスチェアを使用しているため、めちゃめちゃデスク周りと馴染んでくれていて満足しています。なので今のデスク周りを想定したとしても、あまりゲーミングチェアが似合わないのではないかという点からも僕はオフィスチェアを選びたいと思うわけです。予算9万円以上、デスク周りには妥協を許さない、快適な作業環境のためならばお金に糸目はつけないというあなた、そんな予算がある場合にはオフィスチェアを購入しましょう。というかオフィスチェアしか選択肢がありません。そもそもこの価格帯においてゲーミングチェアは存在していません。最高級ゲーミングチェアである AK レーシングプレミアムですら7万円を出せばお釣りが返ってきます。ちなみに本革でできた AK レーシングプレミアムモナルカというゲーミングチェアは15万円するそうですが、これは完全に本革が高いだけです。座り心地はほぼ一緒だと思います。そんなわけですから予算が青天井の場合にはお近くのショールームなんかに行って10万円超えのオフィスチェアを座り比べてみてください。ここまで来ると用途や作業姿勢によって10人十色のラインナップとなってきますし、失敗は許されないお買い物となってきますので、己の経験と直感を信じて選んでいただければと思います。ちなみに僕はハーマンミラーのエンボディチェアが欲しいです。ゲームや作業なんかで後傾姿勢を取る僕にぴったり座ったことはないですが。というわけで最後に僕が実際に使ってみてええやんと思ったオフィスチェア、ゲーミングチェアを紹介していきます。ゲーミングチェア ① GT レーシングゲーミングチェア、2万円を切ってくる文字通り破格のゲーミングチェアです。この価格にもかかわらず座り心地はゲーミングチェアとして申し分なし、見た目質感は値段相応でいまいちですが、この価格とこの座り心地を考えれば文句は言えません。緊急でリモートワークになっちゃったという方の応急処置や金がねえという学生の方におすすめです。ゲーミングチェア ② AK レーシングプレミアム。先ほど紹介したのは激安ゲーミングチェアでしたが、最高級ゲーミングチェアもなかなかにグッドです。ちなみにこちらは僕が以前に使用していたゲーミングチェアです。他のゲーミングチェアと比較するとデザインはかなりシンプルかつ高級感があるので、一番オフィス向けのゲーミングチェアとも言えます。座面背面ともにかなり厚みもあるので、座り心地としてもそこらのゲーミングチェアよりいい感じです。ただし厚
厚みがあるのでその分だけ通気性は悪いです。椅子が体全体を後ろから覆ってくれるような感じがするので、扇風機の風すらどこから当てていいのかわかりません。オフィスチェア丸1、ニトリフォリスト。こちらは打って変わってオフィスチェアです。超大手の家具メーカーニトリから販売されています。こちらのオフィスチェア、僕が出会ったオフィスチェアの中で最もコスパがいいです。4万円弱という非常に低価格でありながら、その座り心地は抜群。要所要所にコストカットをしている姿も見られるため、質感はそれなりといった感じですが、そこまで気になるようなものでもありません。お近くにニトリがある方はぜひ座ってみてはいかがでしょうか。オフィスチェア丸2。コフォチェアプレミアム。僕が現在座っているのがこちらの椅子。値段はかなり本格的なオフィスチェアという感じですが、見た目、座り心地ともにかなり気に入っています。正直なところ、今まで使用していた AK レーシングプレミアムと座り心地はほとんど変わらないですが、座面が広くなって椅子の上であぐらをかけたり、メッシュ素材で通気性が良かったり、フットレストがついていたりと、座り心地以外のポイントでもかなり満足しています。フルフラットになるゲーミングチェアが恋しいと思う時は多々ありますけどね。というわけで今回は長きにわたってオフィスチェアがいいのかゲーミングチェアがいいのかという問題について真摯に向き合ってみました。ぜひ皆さんのお財布事情と相談しつつ選んでみてください。皆さんの快適な在宅ライフの一助になりましたら幸いでございます。この動画良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも Twitter とやっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。